その幼少期からもうずっと起きてる間中何のために生まれてきたんだろうかみたいな問いが家族のもとにいた時はそこまで真剣に向き合わなくてもよかったんですけど、18で家を出て東京で一人暮らしした時にはバブルの終わりぐらいで、お金の大半を生きるために使ってるっていうことが割と自分で実感した時に、何のために生きてるか分かんないのにそのためにひたすら働いてる感じがもうダメだと思って、で生きることを迷うんだったら生きることにつながる当たり前もやめようと思って飲まない、食べない、眠らないっていう。でそこで自分自身と棚上げしてた感じのいろんなモヤモヤを全部テーブルの目の前に出して書き出していくみたいな。すごいな。こんにちは。こんにちは。今日はちょっといろいろお話聞きたいのでよろしくお願いします。お願いします。キャンドル・ジュンを始めたのは97年ぐらいからなんですけれども、当時から20年ぐらいは出身地とか年齢とか言わないっていうふうにこだわってたんですけど、今となってはいくつかもう出てるので言っちゃうんですけど、長野県の松本生まれで、父がバイオリンを作る、仕事をしていて、でうちのこれそうですね、自分の生い立ち改めて言うと恥ずかしくなってくるな。バイオリンを作るアトリエでもうちっちゃい時遊ぶのが好きで、だから将来これしたいって言ったんです。でそしたら父がバイオリンを作るんですけど弾くことができない人で、それが一つのコンプレックスなのか、やっぱり弾けた方がいいっていうところから、たまたまその父がお世話になっている東京田園調布にある東京コンセルバトワールっていうところの加藤先生という大先生と呼ばれている人だったんですけど、その方がじゃあ教えようってなって、小学校1年生から月に2回松本からあずさに乗って新宿着いてみたいな形でバイオリンを習うってことになり、そこからちょっとずつ自分のズレが生じてきたというか、作りたいって言ってたのに作ることを習えず弾くことを始める。そしてうちカトリックの家族だったので、日曜日には教会に行ってミサっていうのがあって、その後日曜学校っていうのがあって、もう嫌でしょうがないというか、もう毎日1時間とか、もう小学校1年生とか1時間とかだんだん2時間3時間ってレッスンの時間も増えるし、日曜日遊びたいけど教会に行く。教会に行くとキリストの教えを守りなさい。で大人たちは週1懺悔するみたいな。子供心に毎週懺悔するぐらいだったらキリストの教えの通り生きてれば毎週日曜日に集まる必要ないのになって思って、っていうところからまたズレが生じてくるというか、そのあたりから何のために生まれてきたのかなとかそういうことを考えるようになって、結果それが今に至るっていうところですね。久しぶりに喋りましたこれ。実際バイオリンの練習してた場合、結構上手くはなっていくじゃないですか。そのことは今でも時々聞かれたりするんですか？いや、それがその大先生って何人かのプロの方とか先生しかもう教えないっていう方が久しぶりに小さな子を最初から教えるって感じだったので、ちょっと注目の的みたいな、その界隈でレッスン方法は礼儀作法というか、バイオリンを持って挨拶の頭の下げ方上げ方みたいなのを下手したら
ダメだったらずっとそれから始めるとか、開放弦というかこう弦を抑えないでの弾く音が美しくなければダメだって言って、他の子どもたちはこうバイエルン的なもう難しい曲をどんどん弾いていくんですけど、自分はもう本当に1分もかからないような曲を1年間ずっとやるとか、難しい曲はいくらでもできるようになるけど、いい音を出すのは最初が大事だっていう結論に至っていたようで、だから同い年と全然こう音の良し悪しというよりは難しい曲弾けてるなあの人たちみたいなっていうところもちょっと自分の中で本当にしたいことじゃないのにっていう気持ちの中で特別扱いされてたっていうところもあって、そのプレッシャーとか、単純に東京の田園調布まで通ってとかっていうことも大変だったし、でも早くからいろいろこう考えるようになったんだろうなって思います。兄と姉がちょっと離れていて、だから5人家族なんですけど、割と自分が物心ついた時ぐらいにはすでにもう上の反抗期が始まっていたので、結構自分の記憶の感覚としてはもうどっちかが常に親子喧嘩とか兄弟喧嘩してるっていうのが家族の時間で、それもさらにそのリアルな普段は優しい親だったり兄弟だったりがすごくチェンジして感情をあらわにして、もう罵声が飛び交ったりとか手が出る足が出るみたいな喧嘩みたいになってる姿をずっと客観的に見ていて、きっと自分は今日友達とあんなことしたよこんなことしたよって喋りたい時間がずっとこの上の戦いを見てると。その時にさらに分析がする癖っていうか、今はきっと兄貴がこういう言葉を使ったから親父が切れたんだなとか、こういうこと言わなかったらよかったのになとかっていうことをすごく分析するし、だんだんその相手にされないから一人遊びっていうか、こうもう遅いって言ったらちょっとあれですけど、自分で遊ぶ時間を増やすっていうか、なんかそれも同時に始まっていて、で一番はやっぱり嫌いだった教会通いも年に数回そのろうそくを灯して電気を消して行うミサがあって、それがとってもスペシャルな感じがしていて、で家、木工作業もしてるのでちょっといろいろ薪をくべたりとかっていう作業もあったりもしたので、火遊びが好きで、究極がろうそくっていうか、一番なんか多分マジックに感じたのはそのろうそくを何本か灯して天使みたいなやつがこの上昇気流で動くみたいな、なんかそんなものを見た時に、この目に見えないもので物が動いている感じがすごい好きで、そこから多分キャンドルのその原点というかじゃないかなっていう。でも結局世の中にろうそくを灯すという、簡単には仕事っていうのはなかなかないし、始めた時は別にこれが何になるとは多分思ってないんですよね。割とでも思ってました。本当ですか？それはもうその幼少期からもうずっと起きてる間中何のために生まれてきたんだろうかとか、いわゆるバイオリンの方では特別扱いされてたので期待値も高かっただろうし、割と早熟だったので小学生でも大きい方だし、バイオリンやってるとなんか舐められるみたいな気持ちもあったので、人一倍ちょっと運動だとかいろんなこともしてたし、でもその起きてる間中のその何のために生まれてきたんだろうかみたいな問いが家族のもとにいた時はそこまで真剣に向き合わなくてもよかったんですけど、18で家を出て東京で一人暮らしした時にはバブルの終わりぐらいでいろいろ高かったんですけど、でもちょっとなんか賑やかで、飲食で働いてた時も毎晩のように焼肉屋に行くぞとか、なんかこう結構そんな時代だったんですけど、お金の大半を生きるために使ってるっていうことが割と自分で実感した時に、何のために生きてるか分かんないのにそのためにこうひたすら働いてる感じがもうダメだと思って、で引きこもるというか自分自身と向き合うっていうきっかけがあって、だからもうあれもこれもってやってるから時間とかお金とかかかっちゃうから全部やめていこうと思って、
で生きることを迷うんだったら生きることにつながる当たり前もやめようと思って飲まない食べない眠らないっていう。でそこで自分自身となんかこう棚上げしてた感じのいろんなモヤモヤを全部テーブルの目の前に出して書き出していくみたいな。なんでこういうふうな考え方になったのかとか、何が好きか嫌いかとか、いつもこう中途半端なところでやめて寝てたことが眠れるわけにもいかないし、で出していった結果が今に至るっていうか、それはもう本当に自分で選んだわけじゃないというか、気がつけばその自分なりの瞑想というか自分の自己分析をするための時間だったんですけど、その演出をもう自分で音楽はこんなのをかけて部屋はこんな感じって中に一つにもうアイコンとしてキャンドルがあって、で音楽はもう誰かが作ったものだからどうしてもその人のメッセージが来ちゃうのでやめようってなっていろいろ引き算してったらキャンドルを灯すだけになってたんですよね。でお金もなかったのでかけらとかをまた溶かして作ってて、でなんていうんですかね、何回かやったんですよ。で何回か1日2日断食しながらそんなこと考えたらちょっと悟った気分になってリフレッシュして仕事するんですけど、また解決されないままだったので、これちょっと昔自分が意味嫌っていた教会に通ってる感覚と近くって、これなんか繰り返してるのも変だなと思って、でもこれが最後だって言った時に3日間ずっとああでもないこうでもない断食しながら寝ることもなく考えていった先に近所のスーパーに買い物に無意識のうちに行ってて弁当を買ってて、そのレジのお母さんの「ありがとうございました」っていう言葉が生きることを選択してくれてありがとうっていうふうに聞こえて、我に返ったら弁当買ってるみたいな、初めて敗北っていうか本当に負けたっていうか、喧嘩なりスポーツなり何なりでも絶対どっかで負けた気持ちになってなかったんですけど、全部自分で決めたルールの中において最もなんかやっぱりお腹減るし食べたいってところを我慢してたつもりが弁当買ってたみたいな。その負けたっていうところからもう切り替えていかに生きるか、その時どう死ぬかみたいなことも考えてたので、いかに生きるかってだけ決めて考えを進めようって思って帰って弁当を食べてろうそくを灯そうと思ったら、もう自分で作ってるろうそくに火を灯す瞬間の時に自分で自分の命を作ってたんだなって思ったんですよね。落語か何かとかでもその人の寿命にろうそくを例えるお話があると思うんですけど、なんかそのろうそくこの人のろうそくは短いからあと何年しか生きれないとかっていうふうに例えるんだとすれば、自分はもうかけらを溶かして作ってろうそくを作ってたってことは自分で自分の命を作ってたんだと思って、これでいいなって思ったんですよね。もういかに生きるかって決めて考えを進めようと思ったら、もう自分で命を作ってたっていうこんなに分かりやすい具現化的なこのアクションはないなと思ったので、もうろうそくを作って生きるっていうことに決めようってなったので、あとなんかその後もう決めたんですけど実験しようと思ったんですよね。やっぱりもう昔からやっぱり年上の人たちと付き合うのが好きだったので先輩たちがたくさんいて、で相談とかもしてるとなんかやっぱり好きなことの2番目ぐらいの仕事にした方がいいよとか、もう割とリアルなその人たちが思ってるリアルな社会に出ていくためのコツみたいな感じで言っていて、なんか象徴的だったのは多分当時ぐらいが多分ポジティブとかネガティブって言葉が出始めの頃じゃないかなと思うんですけど、もっとポジティブにって言うんですけど、その何のために生まれてきたかみたいなのが分かんないのにがむしゃらにやってる方が根幹がないままだからすごいネガティブな行為じゃないかなって感じて、だからこういうふうに自分は全部削ぎ落としてもうギリギリの生きるってところまでスタート地点まで立ってスタートしたから、ようやく多分ポジティブだって思えたんですけど、本当に好きなことだけで生きれるかっていうのを試そうと思って、でろうそくしか作らない
でそれが売ることでお金にも入るってなった時に、だいぶもう札がなくなったなみたいな、小銭はあるけどってなってもまだ材料あるから作ろうってやってたら、いろんな人がまた人を連れてきてろうそくを買っていくみたいな、何度かそういうのが繰り返されていったので、これはもう本当にそぎ落として好きなことだけっていうふうに集中すれば、多分なんていうんですかね、伝わってもいくし、なんかいけるなって思ったんですよね。すごいなと思うのは、部屋にこもって、ただそぎ落として、ろうそくと蜜類愛、食べた弁当一つで悟ってるじゃないですか。だからすごいブッダとかに近いんですけど、面白いですよね。そこは多分その入り口に入ったのは、当時自分探しの旅みたいなの流行ってたと思うんですよね。で大体周りの人たちも割と海外に一人旅行って、で自己を見つめて、自己が何か形成されて帰ってきてっていうプロフィールの人が多かったんですよね。でそれは自分の中では自分探しっていうけど、要は日本で生まれて育ってくれば、この日本のシステムは普通にもう当たり前に慣れている状況が、海外に行くと言語も違うし価値観も違うし、コミュニケーションのその取り方も全然違うから、やっぱ自己主張をしなければいけないっていう、そういうところから引き出されての自分探しだなって思ったんですよね。だから本来の自分の自己探求ではないような気がしてたので、あくまでも自分のルールはもう全て自分の中にあるものをどう出すかだったので、割と洞窟の中に入ってやることを近いものを後々のプロフィールも多分考えてたんですよね。こうやってこういう時にこういうふうな話をした時に、いや僕は洞窟に入って何日か瞑想して自己を見つけたんですよねみたいな話ってちょっと宗教っぽいなっていうか、やっぱりスタートがやっぱりある宗教の良し悪しみたいなところが原点でもあったので、宗教的なアプローチというかやり方に対してはすごく意識があったので、ある意味で言ったら宗教的だけど、逆に言うと宗教的になってはいけないみたいな感覚がちょっと強かったかな。最終的にその時に出会った弁当を食べたいっていう欲求は、なんか本物だと感じたっていうことですもんね。自分の欲求をノーと言えなかったみたいな。だから、欲求は自然のものじゃないですか。動物としての。だからそこに答えがあるってところにたどり着くから、今の若い子たちって、それ以外の情報にまみれてるから、本当の自分の欲求に向き合えなくなってるような側面があるなと思ってて、ここからなんかヒントを得てもらいたいなってやっぱ思うんですよね。やっぱり自分の欲求は大事ですよね。なんかなんですかね、学校が嫌いっていうところもあったんですけど、でもその学校が嫌いっていうのは正確に言うと、何かこう教えられるのが前提で取りに行かない感じっていうか、だから自分はあんまりいまだにそうなんですけど、人に教えようみたいなことはしたくないっていうその人はそれぞれっていう意識が高いので、あんまりもう若い人たちにどうだっていう気がなくって、常に自分がどうあるかみたいなところにずっと絞り込んでいきたいと思うので、こういう場を与えられて引き出されて話をしていくことで、何かしらこうきっかけがあればいいなとは思うんですけど、でもなんか引き算していく方が分かりやすいんだろうなっていうことは、多分自分の経験からは言えるんだと思います。によって、ビビっちゃうっていうか、これで本当に暮らせるんだろうかとか、なんかなるところに、なんかジュンさんって決めるじゃないですか。その覚悟みたいなのって、なんかいいっていうか大事ですね。だからあんまりもうその先に最初に死を考えてたので、ちょっと難しい扱いかもしれないんですけど、生きるを考えた時にどうしても反対を考えなければいけないと思って、でそういうことって日常の会話の中でちょっと死にたいんだって話をすると、すごくなんでっていうスイッチがみんな入るんですよね。でも自分からしたらそれを選択する意味とか、深く本当はコミュニケーションを取るべきなんだけどしてはいけないが最初になってってしまう感じの、このなんか世の中の構造もちょっと逆に嘘っぽいと思っていて、
上の世代、自分の若き時の上の世代なんかやっぱり戦争体験者みたいな感じがギリギリいた中では生かされてるだけでもありがたいんだとか、そういう植え付けがすごく多分あったし、物を残すなとか。でもその体験をしてない人たちの価値観は分かんないですよねっていう気持ちもあるので、同時に自分自身は年上よりも俺の方がすごいっていうふうにどっか思いたいんですよね。っていうのはやっぱり子供が生まれるってことは、その自分が自分を引き算していって自分探ししていくときに、自分の父親のいいところ悪いところは何かって書き出したんですよね。母親のいいところ悪いところで、母親の父親母親とか父親の母親父親とか分かる範囲、おじいちゃんおばあちゃんとかいろんな構成の人たちの性格とかを分析していくと、当然遺伝子レベルで特性が出ると思っていて、遺伝子レベルの科学的な検査ではなくて、性格的に言えば父親はこういう性格だな、こういういいとこだなって分かれば、父親のいいところ母親のいいところを自分がもらって伸ばせばいいっていうことのために生まれてきてるっていうふうに位置づけたいので、ってことはつまりもっといいものが生まれてるんだって思うので、若い人たちに説教するよりは若い人の方がもう生まれてきている理由そのものがハイブリッドな状態だって思っているんですよね。なんでこの話になったでしょう。いや、でもすごいわかります。なるほどなるほど。でも今は生きててよかったってやっぱ思いますか？いや、あんまり思ってないです。それ言うとまたなんか関わってくださってる人たちに申し訳ないんですけど、でもやらなきゃいけないなっていうふうなものがどんどんこう増えてるっていうか、その責任において、やらなければいけないっていうことで生かされてるっていう感覚なので、平和の火を灯す前までは割と自分自身がどうあるべきかってことにすごく注力していたし、だから多分結構敬語なんですよね。いろんなアーティストとか若いアーティストとかでもステージ見てると MC の時に「お前らもっとこうしようぜ」みたいな、なんかこう上からみたいな物言いが多くて、そういう時もちょっと宗教っぽいなって思っちゃうんですよね。なんかやっぱりどこかで多くの人たちって何かを求めて、この人の言うことさえ聞いていればみたいな思考にはまっていくことがファン心理だなって思うと、一時自分も宗教っぽかったんですよね。自分の在り方を伝えていってこう生きればいいんじゃないかみたいな、こういう話を特にしていた時ってすごく道に迷いがちなとか不安定な方たちがすごくキャンドルを買ってくれて、でイベントを開いたら自分の話を聞きに来てくれてってあったんですけど、なんか救えると思ったんですよ。自分もいろいろ苦労したけれども、自分なりの思考でこんな風に解決してきてるから、いろんな人たちのショーケースを聞いたら割と適切なアドバイスできると思ったんですけど、何人か結構そういった人たちの相談を受けるようになってった時に、自分がむちゃくちゃ楽しくみんな友達とご飯食べてる時にもその人から「今から死のうと思います」みたいなメッセージとか来るんですよね。おいおいと思って「どうしたんですか?」みたいな、一生懸命キャッチボールして言葉をかけていくんですけれども、それで救われましたってなるんですけど、またそうなるんですよね。つまりこの人は多分適切なアドバイスが欲しいんじゃなくてパートナーが欲しいんだろうなっていう。でそれみんなのパートナーになってきますかってなると難しいので、こうファンですみたいな感じである時に私は話しますよ、交流しますよ、パートナーになりますよみたいなシステムにしないといけないんじゃないかって思うと、それでなんかこう集金してるみたいな感じって、これまたちょっとなんか気持ち悪いなって思っちゃったんですよね。だからもう死にたかったら死んだらいいですよっていうふうに言っちゃうっていうのは、自分なりには優しさって思ってるんですけど、誠意って思っていてで今があるっていうことなんですけど、でもなんかもう自分の中では死にたいっていう人は死んだらいいよっていうところから始めたらいいよっていうところだなと思っていて、もっと救える命があるっていうことが多分今の、戦争とかテロから始まり被災地支援になってきたっていうか、なんか気づいたのは本当にこうキャンドル作って灯すので
風が吹けば消えるし雨が降れば消えるしとかろうそくの燃料がなくなれば消えるしっていうすごくもうこの世の中のなんか物理的なシステムがすごく分かってしまったっていうか目に見えないものも含めてなのでこう無理がないっていうかもう決められてるんだよねって感覚をもう分かってしまってるのでだから一生懸命やってたりとかいろいろしてますけどどこかでなるべくして全てなってるっていうところはあるのでそれがこう自分の中の常にどんな時でもこれはもう一歩頑張ってこれは伝えるべきだなとかここはもう黙って静観すべきだなとかそうなんですよね。